こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2025年5月に Xbox で新発売となる期待作と、発売日初日からゲームパスに対応することが決まっているタイトルをご紹介します。ゲームパスタイトルに関しては動画の後半にまとめてご紹介しますね。カプコンファイティングコレクション2、5月16日発売、定価4990円です。カプコンの過去の対戦格闘ゲーム8本をまとめて収録したコレクションタイトルですね。タイトルとしては、カプコン VS SNK にカプコン VSSNK2、カプコンファイティングジャム、ストリートファイター03アッパー、燃えろジャスティス学園やパワーストーンの1と2、そしてスターグラディエイター2が収録されます。各タイトルはオンライン対戦を楽しむことも可能。さらに今作では初めての方でも気持ちよくプレイできるようにと、ワンボタンで必殺技を出せる操作にも対応し、難易度変更も搭載。その他にも貴重な資料が収録されたギャラリーやトレーニングモードなども収録される豪華な一本となっています。私、どのタイトルも触ったことがないので遊んでみたいなと思っています。安額とパワーストーンが気になる。ファンタジーライフアイ、ぐるぐるの竜と時を盗む少女、5月22日発売、定価7678円です。レベル5が手掛けるオープンワールド RPG シリーズの最新作です。1作目は2012年に 3DS でリリースされていて、最新作の愛は3作目にあたるタイトルになります。本作はファンタジー世界を舞台に14種類の職業を自由に切り替えて自由気ままな生活を送ることができるスローライフ RPG になっています。職業には兵士や魔法使い、狩人といった戦闘職に釣り人や木こり、農家などの採取職、そして料理人や鍛冶屋、錬金術師といった制作職が存在し、たくさんの職業を一瞬で切り替えることが可能。魚釣りをしたり、料理をしたり、島を発展させたり、時には仲間と共にモンスターと戦ったりと、その日の気分で自由にスローライフを楽しめるのが魅力の作品となっています。また、最大4人のオンライン協力プレイで遊ぶことも可能で、クロスプレイとクロスプログレッションに対応することも明らかになっています。鬼武者2、5月23日発売、定価3990円です。2002年に PS2 で発売されたタイトルのリマスター版ですね。本作では戦国時代を舞台に松田優作さんをモデルにした柳生十兵衛の復讐の物語が展開されます。リマスターにあたってキャラクターや背景、エフェクト、ムービーなどが高解像度化している他にも新モードの修羅が追加。この新モードは一撃攻撃を食らうとやられてしまう高い難易度になるとのことです。その他にもデモシーンのスキップ機能やオートセーブ機能、メニューを開かずに武器切り替えができるなど遊びやすさも向上していると明かされています。天上の風雅3、5月29日発売、定価4180円です。サイバーコネクト2が手掛ける戦争と復讐、獣をキーワードにしたドラマティックシミュレーション RPG の最新作です。3部作構成となっているため、いよいよ今作3で完結となりますね。新要素として新たにポイントを利用してスキルの取得が可能となっているなど、戦車タラニスの育成要素が大幅にアップしている他にも、連続で弱点攻撃を成功させることによってコンボダメージが増加する弱点コンボが追加されていて、戦闘面もより強化されています。スチームハーツサターントリビュート、5月29日発売、定価2900円です。1998年にセガサターンでリリースされた SF 縦スクロールシューティングゲームの復刻版です。フルボイスで展開されるストーリーモードにシューティングステージのみのアーケードモード、制限時間内にスコアを競うスコアアタックモードやボスラッシュモードも搭載。また新機能としてプレイヤーの耐久力アップオプションや原作ではステージクリアとともにリセットされていたアイテムを持ち越せるサポート機能などを追加しているとのことです。アドバンスとバリアブルジオサターントリビュート、こちらも同日発売で定価は1900円。1997年にセガサターンでリリースされた対戦格闘ゲームの復刻版となります。好きなキャラクターで大会に出場するノーマルモードに豊富なアニメとビジュアルでドラマが展開されるストーリーモード、
そして 2P 対戦やコンピューター対戦も楽しめる VS モードを搭載。こちらにも新機能として対戦画面の横にコマンドリストが表示されるガイド機能やワンボタンで超必殺技のコマンドを自動入力できる機能を追加しているとのことです。エルデンリングナイトレイン5月30日発売、定価5720円です。エルデンリングをベースにして作られた協力型サバイバルアクションゲームです。敵や武器などの要素をエルデンリングから引き継ぎながら全く異なるゲームデザインで再構築している作品となっています。触った感じだとバトロワ系の作りに近いかなという印象ですね。本作では最大3人のプレイヤーでパーティーを組み、広大なフィールドで3日間を生き抜くことを目的としており、刻一刻と近づく夜の襲来に備え、フィールドを自由に探索しながらキャラクターを強化して、3日目に訪れる強敵、夜の王たちとの戦いに挑むことになります。また、プレイするごとに拠点や敵、武器やアイテムが変化する作りで、ワンプレイ40分ほどで遊べるボリュームになっています。なお、今作はクロスプレイには対応せず、Xbox ユーザー同士でのみマルチプレイが可能となっているので、その点はご注意ください。Xbox シリーズ XS と Xbox One とのマルチプレイは可能です。ここからは発売日初日からゲームパスに対応するタイトルをご紹介します。リベンジ・オブ・ザ・サベージ・プラネット5月8日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。2020年に発売されたジャーニー・トゥ・ザ・サベージ・プラネットの続編となります。本作は装備を何も持っていないまま宇宙の果てに追放されてしまったプレイヤーとして未知の惑星を探索して資源を収集しながら地球への帰還を目指すといった内容になっています。また画面分割プレイやオンライン協力プレイに対応していて、他機種とのクロスプレイにも対応し、フレンドと仲良く遊ぶことも可能です。Doom: The Dark Ages 5月15日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。2016年に発売されたリブート版 Doom の前日譚となる一人用の FPS です。スーパーショットガンをはじめとする圧倒的な威力を誇るおなじみの武器はもちろん、骨をも断ち切る万能の新兵器、シールドソーが新たに追加されていて、降りかかる炎を防いだり、遠距離から敵の首を跳ねたりすることが可能になっています。なお、今作は日本ではセロのレーティングが D になることが決定しています。過去の Doom シリーズは Z 指定だったので、年齢区分は引き下げられた形とはなるものの、海外版との差異はなく、激しい語話表現を楽しめると明かされています。Who a T 5月28日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。塊魂のゲームデザイナーである高橋啓太氏が手掛ける新作です。なぜかいつも体が T ポーズになってしまう主人公のティーンが犬の相棒と共に普通の生活を送ろうと奮闘していく 3D アドベンチャーゲーム。ストーリーはエピソード形式となっていて、ティーンが他のみんなに溶け込もうと努力する中で新しい自分を見つける一日一日が丁寧に描かれていくとのことです。スプレーペイントシミュレーター5月発売。発売日初日からゲームパスに対応します。塗装業者としてお客様の依頼に応え、住宅や家具、車などを塗装していくシミュレーションゲームです。本作はオンライン協力プレイにも対応し、フレンドと一緒に塗装作業を楽しむことができると明かされています。ということで今回は2025年5月に Xbox で新発売となる期待作と、発売日初日からゲームパスに対応することが決まっているタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。